からこうやると相手がくっついてくるので、逆にこれ相手の心理を利用して押すとやられるので、何らかのこう抵抗があるので、そこでヒュッと入ってくるんですね。これが消えた感覚、消えた感覚でこれちょっとグレートジャーニーやりましたけど、やってました例えばゆっくりなんでね、この押してこれのこう目、この目をえぐるんです。もう4のうち何本入ってるので、これでギュッと今のいります？今の。入りました。今日もえらい目に遭っているのは映画プロデューサーの若林さん。実は格闘技とプロレスが大好き。急所行ったり上がり急所行ったりしますね。今まで何度も宮平先生の技を体験しちゃってる若林さんですが、前回の護身術企画ではえらい目に遭いましたね。これでもいいですよね。腕ボケッといくのがきついんであればここ行きますよね。ボケていく。はい。で、こっちは神経。ところで護身術について宮平先生が言っていた言葉覚えていますか？武術っていうのはいわばこう避難訓練のようなもので、頭がフリーズすると全く動けない大きい声も出せないっていうのが大前提ですね。そういう目にあったらやはり息伸びてほしいので、やっぱり僕が教えてる武術は理想は一生みんな使わない生活を送れるんですよね。いやー、宮平先生の言葉実に深いんだけど、宮平先生が突然襲われたらどうするのか、若林さんはどうしても知りたいようです。で、ここまでいくとは別ですけど、もちろん今僕しっかりここに行ってるから。さあ今日も若林さんが宮平先生に挑戦状を叩きつける。これは無謀なのか勇気なのか。例えばやっぱり今ご自身でね武術を極めている時に、その街の歩き方とか、何をこうそういう自分を守るために常に意識して歩いてるのかとか、そういうのがすごい気になるんですよね。例えばショッピングモールを歩く時とか、できる限りこういう場所を歩かないようにしてるとか、階段を使うとか。すごく細かくはないと思うんですけど、自分の中でなんて言うんでしょうかね、普通の人とそんなに変わらないと思うんですけどね。ただ車でいうと、徐行で走ってるような、いつでも止めれる状態というか、そういう感覚はあるかもしれませんね。実際でもこういうふうにちょっと歩いていただいた時に、なんか別にこの人何するわけじゃないですけど、こうやってこうちょっとでも入ってくる、自分の入ってくる範囲っていうのはどのぐらいの距離感で？一応大雑把に言うと、ちょっと手を広げるのと少し重心を移動して届く範囲っていうんですか、やっぱり届く範囲だとなんとかなるわけですよね。それ以上やっぱり近寄ってくると確かに意識、これは武術やってる方以外もそうかもしれませんけど、今日はやっぱり動いたりは無意識にやっぱり下げたりはしてるんじゃないでしょうかね。そんな意識じゃ常にすごいもう普通警戒してそれだともう多分疲れますよね。じゃあちょっと襲ってみて。いやそれに持ってきたいだけでちょっと動きがあった方がね。最近結構女性とか、歩きスマホとか多いじゃないですか。でそういうスマホを持ってる人のスマホっていうよりも、片方に持ってる、こちらで先生が例えばスマホをこう見ながら見てて、ここに持ってるこう荷物を荷物を奪おうとするっていう、そういう場合、多くだとこれはもう人によりますよね。僕はそもそもこれは多分ないとは思うんですけど、で当然ですけど、なんて言うんでしょう、ガチッと掴ませるよりも相手が掴みたいという欲望があるので、僕としては掴んでくれというふうに誘っていきますね。でここまでいくとは別ですけど、先生多分分かってて、今分かってるのか分かってないのか、僕昔猪木さんに引っ張たかったことあるんですけど、多分落ちないところを狙ってはいるんだなっていう。ここだって
ことも実際分かんなかったね。特に型ではないんだけど、掴んでいただこうというのが引き寄せて、そうですよね。まあ、もちろん今僕しっかりここに行ってるから取ってくれてんだと思う。俺あっち側ってことだからほら。首、ごめんなさい、当たりました。当たってます。でも当たってますけど、僕はここだったんで打って入れたんで大丈夫ですけど、でもこの辺とか来られちゃうと、まあ、ちょっとでも力が入んなくてもあってなりますよね。宮平先生の場合は手取ってくださいっていうことですよね。取らせないとかじゃなくて相手はその欲があるわけですから、でその欲を反撃するよりは達成させてあげると。でなりますよね。もう今はこうしたくなる。で相手に取っていただいて、その後相手の反応があるんで、多分反応いろいろ防御したいですよね。したいですね。そうすると切っていくじゃないですか。で受けてくれるのでうまくいきますね。でこういきます。ここ行ったりしますね。まあそういう反応にどうしてもなるんじゃないでしょうかね。だから受けてくれるので、多分この間からの話で、僕はもう先生のその武術の、まあ、少しでも怖さを分かるじゃないですか。そうするとこう縮こまってるんですね。守ろうとしたいから。でも知らない人からすると、まあ、おそらく最初の一発でも多分ダメになるか、もっと何も本当に分かんないやつだとうわーって持っていこうとするから。わーっと行くやついそうだよね。でもこれ実際やだ、それはもうやだ先生の中ではできる限りその一定の距離を取ることの方が多いですか、それともこのぐらい掴まれるところまで行くことも想定してるんですか。によりますね。なんて言うんでしょう。いや僕そこまでがもうないだろうなと思うんですよ。いや他の門下生さんの中では当然まだそこの応用がなくて、じゃあ例えばですよ、こうやった時にさっきのもうこう持ってバタってやってこう持っていかれちゃうこともあると思うんですよ。うわーって、でももうこの時点でもう先生だとだから距離があるじゃないですか。いろんなパターンで、これはまあちょっと遊びになるかもしれないですけど、今僕がこうやってやった時に、例えばこうやったりします。あれこれ大げさなもこの間のここにしっかり入ってるから、今入ったの？ここに今入ってますよ、あ、そう。肩が。こっちだったら転ぶまで行ってないですけど、こっちに行ってるから。状況ですよね。今はここで押し飛ばすで、最初が、まあ、酔っ払いだったり突っかかってくる押し飛ばす、やっぱり意外なので、これでこっちも離れたいんですけど、これが危なくなってくると、これがまあこうなったりとか、もうちょっとやりたいですね。もう嫌ですよね。嫌ですね。相手次第ですでもさ、ショッピングセンターでバッグを取ろうとしたらこんなになったらさ、ちょっとそれは過剰じゃないですか。防犯カメラでも今のこれ当て身っていうのは先生も多分そんな力を使ってなくて、さらにもっと言うとボンと当てて全て逃げてしまえばいいっていうのもありますよね。ご神ですからね。ご神として。僕がここでやる必要はないです。実際に僕もね、先生の、まあ、軽い体当たりというのは体験したけど、まあ、ちょっと想像を超えてる。こうやって入ってきます。こう上げるとここが開きますよね。なんで僕はもうすでに怖さをしてるんで、これ以上受けたくないっていうことで縮こまってるんですよ、もう嫌なんですよ。でも人間の脳としては体当たりっていうのはいわゆるタックル、行くぞ、こういうのを想像するじゃないですか。だから宮平先生みたいにこうやってフンっていうのが、で自分の体がそういう反応をするなんて、全く思いもしないもんね。しないですね。いわゆる先に電話をしてパンチやるというのと似てますよね。これだと行くぞって言ってやるのと、急にふわっと、電話かけずにいきなり撃ってしまうと。なるほどね。でもなんかやっぱりさっきこことかやっぱりなんですか、てこの原理じゃないですけど、なんでしょうね、こっちはやっぱり遠心力で来てて、ってなってて、こっちはもうちょっとふっと押された感じでもう膝ついてるから。もう一回じゃあゆっくりも当てなくても、ゆっくりどういうことが起きたのかっていう。どういうことが起きたのかって。別に
こう取ったんですよ。で僕はここからもう多分持って逃げたい。でこう多分ここまあ状況によると思うんですけど、ここここでもうここに当たってます。まあさっきは多分首にで場合によっては顎を上げたり、でも相手が頑張って上げないので急所行ったりすると上がる。急所行ったりしますね。でそうすると上がるのでここ行く。であるいはちょっとごめんなさい頑張ってみてください。で鼻とかここも。本当に痛いの分かるよ俺も。でもこれはごめんなさいあるんですよね。ちょっと例えばぐっと我慢っていただいて、この辺は当然大丈夫なんですけど、まあちょっとこのゆっくりなんですね痛いので、ちょっと頑張っていただくほどちょっと頑張っていただくほどきついじゃないですか。だからこれに合わせてまだ投げられた方がいいので、ちょっと笑っちゃいけないけどこれね一つだけねメリットはね鼻の通りが良くなる先生にやられた後はもう鼻がスカンと抜けるってね。じゃあ結構でもいいと。いや悪いですよ。いろいろですね。まあごめんなさい足っておっしゃる例えば組んだ場合もここから押す場合もあるんですけど、ちょっとグッとはいここからもいいですね。これは中先生たちからやられた足をというのを足でやってるんですね。なるほど。ここを押さえここ行ってますよね。ここ押さえここ行ってるのを足で後ろを押さえまあいろいろ使うということですけども、せっかくあるんだから頭からつま先まで使おうということですよね。どうですか。いやだからもう何度も言ってますけど多分最初の1個でここに来るっていう想定がないんですね。ないね。ないしそこの痛みってしょっちゅう受けないじゃないですか。例えばここって意外とぶつけたりすねぶつけたりここぶつけたりありますよね。で突き指した経験もでここってここ急所だよって言われていてててってなるのは過去にはあるけどここに来るっていうことがないからもうその時点でパニックですね。なるほど。想像力が働いてないもんね。働いてないですね。でもあれですよね岡部さんちょっと面白いのは例えばいきなりここに鼻に行きたいと言っても相手も来させてくれないので、で例えばこう攻撃していけないあんまりもう体がでこう来てもなかなか行ってくれないちょっとこう攻撃も受けてここからヒュッと入ったりするともう入りますね。この今ちょっとゆっくり言ってみますけどこうなった時の抜き方っていうのはもうこれスッと抜いてるんですよね。ここからこうやると相手がくっついてくるので逆にこれ相手の心理を利用して押すとやられるので何らかのこう抵抗があるので、そこでヒュッと入ってくるんですね。これが消えた感覚でこれちょっとグレートジャーニーやりましたけどやってました例えばまあゆっくりなんでねこの押してこれのこう目この目をえぐるんです。もう4のうち何本入ってるのでこれでギュッと入ります。今のいります今の入りました。ごめんなさい。いやすごい寒いですで目をこれ実際奥に入れてます。いやこれこういう説明するとどんどん危なくなってきますね。明るいナレーションで危なくない人です。おやおや若林さんお気をつけて。宮平先生ったらちょっとやりすぎなんだからみんな真似しちゃダメだよ。いやでもすごいですね。ごめんなさい。いやいや大丈夫です見えないですだってこの時点でふわっとほら俺防御できてるぜって思う思うねよかったグイグイってこうね押し引きで防御できてると思ってくれるのがありがたいんですよね。おそらく思ってくれるだろうっていうのがありますから。もう全部はい。次のまあこういうことですね。ある意味将棋どうせこの手で来るだろうなんて先が見えるみたいな。それ高速でまあそういうことですよね。でもそれはやっぱり経験されてるってことですよね。やっぱりね。長いことやっていて人間が取ってしまう本能的な行動っていうのは頭に入れておかないとそれは今この対応力のスピードを衰えないための実践練習っていうのは先生にとって必要なんですかそれとももう必要ないんですか。だから例えば僕みたいななんて言うんでしょうこの速さなんですけど、より速いのがいいのかいわゆる
人間が相手ですから、人間にとって一番速いと、速いっていうのは何でしょうね、ストップウォッチで測る速さでもないと思うんですね。第三者から見ては速いと思われることは全く重要ではなくて、もちろんですこのやられてる人が見えないとか速いと思うことが速さってことですね。そういうことです。敵対する相手といいますか、相対する相手が速い、見えないであれば十分なんですね。ストップウォッチで測った物理的な速さは別に僕らには関係ないということです。でこれとは年齢とあまり関係ないということです。10代、20代だったらできるかというとそういう問題ではないんですよ。もう嫌ですよね、説明終わった後にとてつもなく笑顔っていろいろですね、形はないので、でおそらく僕なんか、若林さんの退学であったり、普通にこう、なんていうんですよ、こうがっちりされてますから、そういうところよりも手っ取り早く、極端に言うと女性とかがもうやっても効くような場所を行くと思うんですよね。確かにそうですね、我慢できるところにやってないですね。そうですね。やる必要もないですし、計算外の相手がこうタフであったりというのは困りますので、確実になんていうんですか、効果があるところをやっぱり狙うのは護身の基本じゃないですかね。そうか、観点がやっぱ護身で考えてるんですね。ポイントを取るっていうのは意味がないですから、護身でとって。そうか、技の見栄えとかじゃないんですよね、そうなった時にね。でもそうだよね、買い物行って家族が狙われた時に1点入りましたってことは何の意味もないもんね。綺麗にブリッジしてジャーマンで投げるじゃないですもんね。若林さんお見事。宮平先生から貴重な技や言葉まで引き出しちゃいましたね。さすが名プロデューサー。実は若林さん、映画だけでなくアイドルのプロデュースもしているんですよ。福岡で大人気のアイドルグループリンク、もしかしたら近いうちに黒帯ワールドに登場しちゃったりして。 Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。